皆さんこんにちは、なおです。今回の動画ではマスターグレードサザビーバージョン経営の第3回目、パーツの表面処理とフレームの塗装を中心に作業を進めていきたいと思います。まずは表面処理を行っていきます。前回捨てサフをした状態で終わっていたので、その続きからになります。今映像に出ているステンレスの板なんですが、この裏側に400番の紙やすりが貼ってあります。表面処理をする目的なんですが、今やってるようなパーティングラインを消すこと、あともう一つは引けを消すことですね。パーツの裏側にダボなどがあると、どうしても表側に引けが出てしまうので、それを消すことですね。この2つが表面処理をする主な目的なんですが、なので極端なことを言えば、引けやパーティングラインがなければ表面処理しなくてもいいっていうことですね。これは表面処理ではなくて加工の方に入ってくると思うんですが、エッジを出したりだとか、あと紙面を除去したいっていう場合ですね、そういうこともこの段階でやっておきます。あとしっかりとパネルラインが入っているところは特に神経質になる必要はないと思うんですが、今画像に出ているような段差の部分ですね、こういったところは墨が結構入りにくいので、この表面処理の段階で毛書き針を使って溝を掘っておきます。平面で構成されているパーツは基本的に全ての面にヤスリをかけます。ここで注意したいのが、なんとなくヤスリがけをしてたりすると、このパーツ紙面が2つありますよね。そのサイズが右と左で変わってしまったりする場合があるんです。そういうことにならないように注意をしながらヤスリがけを進めていきます。フレームパーツは露出する箇所以外は基本的に表面処理は行いません。外装がついた状態で捨てサフをしているので、サフが乗っているところを表面処理する感じです。曲面のあるパーツですが、端の部分はこの板状のヤスリで処理をするんですが、基本的にはスポンジヤスリを使います。スポンジヤスリもだいたい400番台くらいから始めて、徐々に番手を落としていきます。このパーツのようにしっかりとしたパネルラインが入っている場合は、表面処理の後でも問題ないんですが、もし細いパネルラインの場合は、表面処理をする前に一度毛書き針でパネルラインを掘っておいた方がいいと思います。このサザビーバージョン経営の特徴として、外装をスライドさせて内部のフレームを露出させることができるんですが、よっぽどのことがない限り見えないとは思うんですが、外装の内側がチラ見えしちゃうことがあるんですよね。なので見えそうな部分にある押しピン跡、これもしっかりと処理をしておきます。マスターグレードは基本的にはフレームに外装をかぶせる構造になっているので、フレームで押しピンの跡が隠れてしまう部分は処理しなくても大丈夫だと思います。押しピン跡の処理の仕方は削るか埋めるかのどちらかだと思いますが、デザインナイフのようなもので粗削りをした後にスポンジヤスリなどで仕上げていくのが簡単なんじゃないかなと思います。フレームを取り付けた後も上の2つの押しピン跡は露出してしまうので、今回は上の2つのみを処理しました。この頭部のヘルメットのようなパーツの内側、ここにも押し出しピンの跡が出ます。ここは埋める方法で処理してみたいと思います。こういったちょっとしたへこみなどを埋めるときはラッカーパテを使うのが一般的だと思うんですが、私はちょっとラッカーパテが苦手なのでエポキシパテを使います。使い方は簡単で、押し出しピンの後に盛り付けて乾燥後に削るだけです。この部分は
組み立ててしまえばほぼ見えなくなるので、処理しなくてもいいといえばいいんですが、私はオークションで販売するので、こういったところもしっかり処理します。はい、というわけで相当時間がかかったんですが、全ての外装パーツの表面処理がこれで完了しました。この後はパーツを中性洗剤で洗うんですが、その前に今回のこのサザビーバージョン系、赤色だけで3色塗り分けを行うので、色ごとに分別しておきます。洗浄が終わったらしっかりとパーツを乾燥させます。パーツが乾燥したらいよいよ塗装に入ります。乾燥を待つ間に他の作業をします。今回バーニアは二重構造になっているので、組み立てるとどうしてもバーニアの縁が分厚くなってしまいます。なのでまずはインナーパーツの内側を削ります。映像ではバーニアの縁を削る専用の工具を使用しています。次にバーニアの外側のパーツですね。これは外側から縁を薄く加工します。関節の部分などにあるシリンダーロッドなんですが、今回はガイアノーツのプレミアムミラークロームで塗装したいと思います。シリンダーを収める部分は今回ニュートラルグレー2で塗装しました。バーニアノズルもミラークロームで塗装するので、下地に黒を塗装しておきます。腕と膝の関節のパーツはグリッドグレーで塗装しました。メタルパーツを使った部分、このままでも結構かっこいいんですが、今回は塗装して仕上げたいと思います。足首のパーツですが、ここにもシリンダーのような表現があったのでミラークロームで塗装しました。乾燥したらシリンダーの部分だけをマスキングしてフレームカラーで仕上げます。ロッドが2本一体型になっているパーツはシリンダーの部分だけをマスキングして基部の部分をフレームカラーで塗装します。バーニアは真ん中のノズルの部分だけをマスキングして、外側はメタルカラーアイアンで塗装します。ノズルの基部の部分、ここはメタルプライマーを吹いた後、一旦メカサフを吹きます。その後に今度はメタルカラーのダークアイアンで塗装します。フレームの基本色はダークグレーの艶消しですが、今回外装がスライドしてフレームが露出する部分はメタリックカラーで塗装します。選んだのはバーチャロンカラーのフレームメタリック2。少し紫がかった感じで冷たい金属の質感が表現できるように調色されています。この露出するフレームのカラー、艶消しのダークグレーにしようか、それとも白にしようか、いろいろ考えたんですが、最終的にこの色に決めました。このキットかなりの精度でパーツが色分けされてるんですが、デザインコード通りに色分けしようと思うとマスキングをして塗装しないといけないところがかなり出てきます。できるだけデザインコーに近い形で仕上げたいので、この辺りもしっかりと押さえていきます。腰フロントアーマーの内側は濃さの違うダークグレーで塗り分けすることにしました。フレームカラーよりも少し濃い色をエナメルのグレーで調色して作ります。塗装方法はシナンジュのエングレービングのやり方と同じリバースウォッシュで行います。エナメル塗料の希釈は溶剤1に対して塗料1の割合で薄めて今回使用しました。右側がラッカーのグレーの上にエナメルのさらに濃いグレーを吹いたもの、左側はそのグレーを拭き取ったものです。
右側のパーツも左側と同じように余分なところを拭き取っていきます。ここまでで全てのフレームパーツの塗装が完了しました。最後の仕上げとして墨入れを行います。フレームの角部分の近くなどに墨を入れるとプラが劣化して破損する恐れがあるので、そういったところには墨入れをせず、角部分以外でモールドが入っているパーツに墨を入れていきます。フレームは艶消しですが、墨を入れたエナメル塗料の部分は艶ありの状態現在になってます。なので最後に艶消しのクリアを拭いて艶の感じを整えて、ようやく全てのフレームの塗装が完了です。このサザビーバージョン K、 去年の11月から制作を開始したんですが、次の動画でようやく完成させる予定です。完成後はオークションに出品する予定なので、興味のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。